この新垣さんとは、うん。えっと、荒垣まあ、さんとはね、東宝はい。の時に、荒垣さんの方は、スタントマンやっうーたりなんかしてましたん、はい。んで、三船さんの時の立ち回りの、えキラリ役とかね、えそういう、要するに、スタントマンも専門的にやってた人ですえから、だから、アクションは大丈夫はい。なんですよ。このアントラやベムラーにで、こう、立ち回りつけるときというか、はい。その辺はもう、そうん。れ以前からもう面識そうです、そうです。もあって、東宝の時にありましたんで、それはもう、荒垣さんは十分お互いに意思え疎通ができて、はい。うん、やりましたから、その辺は大丈夫だったんですけどね。ただ、お互いに水は怖いねとそんな話をしましたけどね。うん。まあ、彼は、それから結構、ウルトラマンのシリーズ、作品が出てるんですよもう、ね、そうです何本もね。ね。だから、そういう意味では、慣れた同士ではい。良かったんでしょうけどね。でも、このアントラにしても、このベムラー。ベムラにしても、やっぱり、まあ、まだ手探りの状態でしたね。はい。初期のうん。撮影ですからね。中島さんと違ってね、うあの、ん。その私、段取りといいますか、うん、奈良井さ立場、んだってはい。自分が主導権取ってやるわけにいかないっていう気持ちもあるだなるほど、ろうしね。なるほど。僕だってそんなね、花からうまくできるわけないんだし、その辺がやっぱあったでしょうね。それで高野さんがこうやってああやってああやってみたいな、立石じゃないですけどね、えこうやってこの辺でこうやったら蹴飛ばしたらとかね、そういうのはありましたけど、だから立石に頼ったアクションはウルトラマンは全然してないですね。そうですね。はい。あくまで特撮監督が、特殊技術の担当者が、そうこう、立ちそうです、回りのそうです。段取りを考えて、で、たまにね、鈴木さん、カメラマンの鈴木さんがね、え手持ちでこうやってるでしょ。ええで、ビンちゃん、こっからこう動いた方がいいんだよとかね。あそういあ、うアドバイスくれますけどね。あれ、フレームを見てる方が、そうです、そうです。うん。ならではのこう指示が、そうです、そうです。なるほど。こっち切れちゃダメだ、こっうちの方がいいよん、とかね。そのカメラの絵面でしょうね、やっぱりね。そういうのはね、ちょいちょいありましたよ。なるほど。それでたまに、そこじゃなくて、こっち立ってくださいよとかね、いろいろね、えうるさくね、言ったりね、しましたけどね。そんなに年離れてないですからね。えお互いにいい家を取ら取りたい、なきゃというね、ものがありますので。はい。だから鈴木さんとはね、そういう話は結構しましたね。佐賀さんはもうドロッと構えてない。絵を、固定で、そう、で、絵を、佐賀さんは一番うるさいの。うん、うん。ダメだよとかね。声がでかいしね。まさにその、着地の場所とか、そういったそう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 立ち位置とか、そう。っていうことですカメラね。動いてないんだからよ、ちゃんと止まってよとかね。いろいろありましたよ。だから、そういう意味じゃね、和気あいあいとはできたんですけどね。うん。でも神経ピリピリ張るっていうのは、やっぱり、水のシーンもそうですけど、やっぱえり、火薬を使う時のね、そうです神経の張ね。り方っていうのは異常でしたね。やっぱり火災を起こしちゃいけない。そうですよね、スタジオでそういう。怪我させちゃいけないんでね。え怪我してやっぱ大やけどですからね、あれやればね。特に怪獣も危険ですけど、ウルトラマンも、いや、もうますぐですよ。もうあ、すぐ、もし燃え移ったりなんかでもしたらっていう、あの、恐ろしいです。エコダンなんていうと刺さりますからね。だから、その点はね、本当に怖かったですね。特に最初のウルトラマンの衣装はかなり薄かったような、薄いですよ。3薄ミリぐらいですかいしね、すぐね。切れるんですよね。はい。そのために修理しなきゃなんないし、大変でしたよ。だからその頃のウェットスーツっていうのはまだまだ日本としてはね、えまだ要するに商品としてやっぱり成り立たないぐらいだったんでしょうね。裏地もないですからね、うんね、一回避けると、サクッとそうです、こう開いちゃそうです。いますからね。常に一着だったわけですそうですね、一かね。着でしたはい。ね。もだから避けたらそれを修理すうるの修理したに、から修理の跡いっぱい残ってますよ。画面見てはい。もね。あのー
ゴムボンドがね、黒いんですよね。そうです。だからこう接着面がそう黒くこ見えう、るんですよ。割と残るという。あと、ひび割れですかね。そそう、の、シビアルですね。銀色と赤と塗ってましたからね。両方塗ってましたからね。そうですね、黒ベースに塗ってるんですもんそうです。もね。う黒しかなかったんですから。でもだんだんその塗りが、ね、その、いわゆるウルトラマン業界ではボンド銀といって、その、シンナーでボンドとそう。銀のその、塗料を、そうその絶妙な混ぜ方が、このウルトラマンをずっとこう作っていって、この絶妙なこの割合が見つかったと言われてますけれど。ねえ、それだからもうみんな苦心してやったんですよね。だからもう塗るたんびに僕はこう来て待ち時間に。待ってなきゃなんないですからね。手もこうウルトラマンの場合は手も手袋じゃないですからね。手袋、その、いわゆるそういう一度ちゃんと塗るんですよ。はい手もね。その、手袋に。ジッパーがついてるような、その、バイク用の手袋とかじゃないですからね。グローブじゃないですからね。本当に、手手術術用で用の本当にもう肌と一緒の使い捨てですか、あれは。使い捨てです。はめて、継ぎ目をテープやっですか、テて、ーピングして、テープして、それで塗るんですから。さらに塗ってという。時間かかるんですよ。足もそうですそう、ね。足もそう。本当に。で、時間、これは着るまで時間かかる。着るのも大変ですしね。で、怪獣と一回戦って怪獣のところを掴むと手袋が破れるんですよ。でそれだけ薄いってことですよね。だからそれも破けたらもう直してまた塗ってでやんなきゃならない。大変なことは大変でしたけど。まあどっちにしてもそんな苦労は水の苦労よりは全然そうです全ね。然もうただ我慢してればいいんで、だから水は我慢できませんからね。いや、うん、それも初めての時にそんなにで、想像できないぐらいのはい、恐ろしさですよね。恐ろしかったです。だからそれがあとずっと引いて水は嫌だな嫌だなと思ってましたからね。でもあと1本か2本で水のシーンは終わらせていただきましたけどね、もう怖いからね。あとは、その、いろいろと、その、水道量の問題もあったとか聞きますけれああ、ど、そうでしょうね。コストがやはうんり、うんでしょうね。水を溜めるってことははいね。屋内プールはなるべくやめようとやめましょうかっていう。いやそれは僕にとっても良かったんですよね。いや、危険ですから。まあでも初期のウルトラマンのゲスラにしろ、このベムラーにしろ、やっぱりこの水のね、イメージっていうのが、また、ありますよ。見ている子供たちとしてはですね、迫力ありますよ。はい。ねいや、ベムラーとの戦いは、その、手が自由にならない相手とのまた格闘っていうことで、そうですねいろいろ工夫されてますよね。その、一回飛び去って背中に飛び乗ってきたりとか、またこのそうですねブランコを使って飛びかかるとか、尻尾を掴んで、こう、そう、いろいろで、ベムラーはね、やりましたよ、新しいことを。あとはまあ、ベムラーの合成ですけど、合成の火を吐いて、うん着火して、ウルトラマンがひょいと、飛ぶ華麗に逃げるという飛ぶとね、とかあれはね、いろいろな見どころのある戦いを。そうですね、はいあれからだから、後ろにジャンプするっていうのが、ウルトラマンは得意になってくるんですね。後ろにジャンプするというね。前に行くんじゃなくて、必ず後ろへ行くという。後ずさりじゃなくて、軽くジャンプするというね。そういあとうアクションが。はい。その、ネロンガでもやったこの投げ飛ばしも、あ、はいはいはい。最後はベムラーをやってね。投げ飛ばしますし、あれはピアノ線使ったのかな、使ってないのかな。でも使わないと重くてダメだろうな。まあ、ネロンガに比べれば、まあ、軽いですよね。ベムラーは割といや薄手の、全然軽いですよ。まあ、高山さんの会場はデリケートですよね。まあもう厚さもないしね。皮そんなにねが、でもあの感じがまた、ウルトラの独特のそう、うまいね。味わいですね。いい怪獣ですよ。そういう意味ではね。で、このベムラーは玉になって、青い玉になったところをスペシャル光線で、これ気持ちよくドカンとまた。で、あれで、そのままはい。宇宙の塵になったわけですよね。そうなんです、そうです。だから、護送をやめた、ま後あ、片付けなくなったわけだ。その、ウルトラマンとしては地球に留まらないといけないので、護送を諦めて、諦めて。凶悪犯なので、そこ殺したとで射殺しましたという、始末しましたという、
かわいそうなことそうなんはかわいそうですね。だけどね。はい。でも、地球に残んなきゃいけないというね、一つのテーマがあったから、まこの時は、あれです。上手から下手へのスペシウムでした。こうですか。はい。あのですからまあ、映像力学的には上手の方が強いので、うん。まあ、なんとなくこ最初にね、う、オーソ論理的な、ドックスにやっはい。たと。うん。上から下手のスペシウム光線でベムラーをうん。倒してと。だからアントラーの方はですね、あれだったんですね。やっぱり下から上へのスペシウムで効かないっていう演出を見せてますんで、あ面白いなと思うとこあ、そういうこなんですよとね。うね。ん。まあ、それは、あれかまあな、偶然だ、いや、高野さんどうかなんでしょう。な。偶然もあると思いますけれども。まあ初期の、その別のエピソードで、スペシウム光線は下から打つ絵が多いという話を、初期はそういうのが多いという話をしましたけれど、やっぱりクロスしてる絵がきちんと見えるのは、やはり水平の手が見えるということで、そうですね。うん。っていうことだとうん、思うんですけど、それはそうだね。はい、本当に面白いです。じっくり見れば見るほど、面白い。じっくり見るほど、やっぱり苦しい思いしますけどね。ちなみに早田に対して、うん。ウルトラマンが、ベータカプセルをポンと放ってですね、はいはいはい。煽りでうん。出てくる、あの時の、うん。そういう演技っていうのは、どなたがつけたんですか？本編ですか？特撮ですか？本編でしょ？となると、はじめさんの、うん、はじめさんじゃないですか。特撮じゃないですかね。セリフがあるわけで、これはどなたかが読んでくれるんですか？バックで。でしょうね。ご自分うん、で、自分でリンさんが、覚えてても、やっぱりタイミングもありますしね。ありますあります。だから、あれはね、中に入って、やっぱりブツブツ言ってるんでしょうね、僕はね。じゃないと、手のアクそうですションとか、よね。うん、こうはい。首とか、微妙なうん、アクションは芝居なかなかでがありますね。きないんですよ。だから、俳優としてセリフを覚えたってね。そうじゃないと、やっぱりアクションと声が、一致しませんかね。声はあれは誰でしたっけ？あの、本当は、シュワッチのウルトラマンの掛け声は、声優で俳優の中曽根正夫さ中曽根さんんがですよね。担当されてるんですけれどうん。も、あの時のウルトラマンの M78 星雲人のうん。言葉は、東宝の編集の近藤久志さんはあ、が、声優じゃないんだ。その中曽根さんが現場を遅刻されたということで、ああ、なるほど。お待ちしてたらしいんですけれうんうども、んその、うん。で、近藤さんが、近藤さんがはい、宇宙人っぽくやったんだ。絹田ラボラトリーで録音してますかなるら、ほど。編集者のうん。近藤さんがいたということなんでしょううん。ね。まあ、普通の演技しなくていいから、普通にこう喋ったらいいと。っそれがまた宇宙人っぽい謎の感じが出た。ていうことでだかすよね。ら最終回も近藤さんがやってるんですよ。うん。ゾフィゾフィゾフィゾっていう、ああいフィーね。うんうエコーうん。のかかった。まあでも、それに僕の、あれですよね、アクションに合わせてくれて、そうですね。やってくれてるから、はい。まあ、うまくいったんでしょうね。とにかく早田にベータカプセルを渡して、うん。まあそのボタンをいざとなったら、うん。スイッチを押せと。押したらどうなるんだってと。そしたらその時にわかる、ふふふっていうところがですね、また宇宙人の謎めいた感じがあって、うん。いいんですよね。ウルトラマン。第一話らしい世代。素晴らしい。はい。赤い玉の中のウルトラマンがこう、ちょっと魚眼レンズっぽくこう、はい歪んだはいはい。う姿で、ん早田の前に、うん。うん。こう、後ろにこう、まあ合成で立ってるんですけど、はい。で、こう、周りにこう、なんか赤い玉みたいなのが、うん。ひょんひょんひょんって動いてる。ありましたね。あれがですね、うん。最近作のウルトラマン Z っていうのがあるんですけど、うん。それで再現されていたのちょっと感動しましたうね。あ、ん。ここに戻ってくるのかっていうぐらい、その、うん。早田とうん。ウルトラマンの姿をですね、最初の出会いのうん。シーンを再現してるカットがありまして、なるほどまあ、ね。本当にそのアナログな手法なんですけど、あれはいい絵ですね。まあ最終回のゾフィーとウルトラマンのこの会話にも通じるうん。早田との出会いといいますかね。なるほどね。まあちょっとベムラーでちょっと余談なんですけれども、うん。ベムラーがウルトラマンと格闘した龍河森のセはい。ットではそうん。の6月16日にうん。科学特捜隊のレギュラーを入れたうん。特写
撮影会が行われてるんですよあね。あ、ありましたね。はいうん。その時はもう無法地帯の怪獣もできてましたので、うんマグラとかみんないたですね、ねレッドキングも参加して、レッドキングもいた。はい、レッドキングも参加して、はい。で、この龍河森で、のセットで、そうウルトラマンとエイジさんと、そうです、そうです。あの時はね、キャップいなかったんだよね。ああ、なるほど、小な林さんが。るほど。なんか用があったんでしょうね。はい。キャップいなかった。それでもやったんですよね、あれ。発表会をね。綺麗なスチールがいっぱい残ってますけれど、そうですね。だから、ウルトラマンがミンね。さんの、はい、このウルトラマンになった男で書かれている、うん。その、ウルトラマンの覗きから覗見たレギュラーのスタッフ、その役者さんたちの姿っていうのはこの時の撮影ってことですかね、撮影会の。そうですね。それで、まあ、ウルトラマン初めてのね、お目通りなんで、すごいフラッシュがね、あの当時はフラッシュ多かったですよね。ああ、大抵、結局、僕はもうあの時は本来は顔を見せないという約束だったんでね。で、まあ、行って、で、円谷さんとお会いして、ね、円谷さんと、まあ、少しお話をしていただいたんですけれども、そうこの時レッドキングはいなかったんでしたっけ？いなかったですか？はい。この撮影の時は。で、違う、もなんう一人の、となく、だから、もう一人の、メムラーと、うん、はい、マグラがいて、はい。それで、で、で、家督隊はおっしゃる通り、キャップはいなくキャップいなかっはい。たですね。で、星野くんがいるということで、5名の隊員。でね、その時はですね、ウルトラマンが小さい覗き穴からね、隊員たちを見るんですね。で、隊員のね、二瓶正則とね、桜井宏子とね、それから黒部すみだとね、これはみんな後輩ですよね。二瓶さんとはまあ同期ですからね。でその黒部さん、桜井さん、後輩で、3人とあと真美さんとね、キャップはいなかったんで、いやその人たちの制服を見てて、小さい穴からね見るんですね。本当はオレンジなんですよね。はい。それがねやっぱり僕のそういう精神的なねものがやっぱりあったんでね、金色に見えたんですね。この金色の制服を着て僕は向こう側でやりたかったなっていう気持ちの方がね、強くてね。ウルトラマンの、この、クールな、無表情の、表情の奥に、奥に、リンさんのその思いが、そうなんですよ。だからその時のね、ウルトラマンの、ちょっと陰りのあるね、こうなんかね、立っている姿がね、なるほ今ど見るとね、やっぱりなんか、こう、打ちひがられてるようなね、そんな感じをするんですよね。要するに中に入っている僕が、はい。堂々とはしてないんですよ。だから、後輩たちがあんないい制服着て、同期の二兵があんなにかっこよくいいなあっていうね、それがね、もう目に焼き付いてね、その時の精神的なへこみは、やっぱり誰にも語れないし、言ってはいけないことなんでね、その当時は何にもしなかったんですけどね、いやオレンジがね、本当ね、金色にね、光って見えた。極光さしてるような。そういう感じしましたね。もう一つ衣装で、その色なんですけどね、家督隊が、ブルーを着てましたよね。レザーの、はい。次、制服から、その、ブルーの衣装からね。オレンジに、早く、まあ。っていうね、はい。ブルーがまたね、目に焼き付いてね。で、これはね、僕としてはね、本当に悔しい思いをしたっていうか、よし、じゃあって、もう最近ね、とにかくトークショーにしても自分のワンマンショーにしても、ブルーはね、着るんですよ。はい。やはりその時の特待の、はい。
だからこの2つはね、え僕の精神的なダメージの思い出ですね。でもまあ、要するにそれが支えになって、よしもうやるというね、はいそういう奮起する、その、色でもあるということでしょうか。だからいまだにね、その金色とね、だからブルーはね、オレンジじゃないんですよ。僕にとってはもう金色なんですよ。金ですねはい家督隊のね、衣装ね。あの金とブルーは今でも僕は着たいと。また、どこ行ってもね、もう一回は着たいっていうね、そういうことを、まあ自信を持ってるんですけどはね。い。ありがとうございます。ですね。ちょっと一部訂正させていただくと、この撮影会にはレッドキングもいました。失礼しました。いました。やっぱりいないと、組んだ特写とかも撮ってますからね、この時ね。はい。龍河森での、やっぱりレッドキング、ベムラ、マグラと。はい。そう。まあ、そして家督隊。レッド隊。まあ、レッドキングもね、いい怪獣ですよね。かっこいいね。あれは。いまだに人気があるでしょ。はい。このレッドキングのお話はまた次のエピソードでたっぷりと怪獣無法地帯の回をぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺りで、はい、終了とさせていただきます。ジンさん今日もありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございました。ご覧の皆様も本当にありがとうございました。ぜひ高評価プラスチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。皆さん、いろいろなことがこのウルトラマンに詰まっています。僕自身じゃなくて見てる方も詰まっていると思います。これからも、いろいろ語り火として楽しいことを語っていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。